いちほの会の、発起人の藤田ことこと申します。本日は、このようなユースリーダー支援賞の団体部門ですね、受賞をいただけたことをとても嬉しく思っています。本当にまだ立ち上げて間もない小さな団体なんですけれども、そこに皆さんが目を留めて、応援の気持ちを込めて、この賞をくださったということを本当に励まされる思いで受け取らせていただきます。いちほの会というのはですね、児童相談所の一時保護所を子どもたちにとって安心できる場所にしたい、そういったテーマを持って2019年から活動をしている任意団体です。そもそも一時保護所っていうところをご存じない方もこれをご覧になっている方々の中で多いのではないかなと思うんですけれども、一時保護所というのはですね、児童相談所の一時保護所ですね、今さまざまなニュースの中で、虐待だったり DV だったり家庭の中でのさまざまな問題の中で、過ごしている子どもたちが児童相談所を通して、保護をされる場所のことを一時保護所というふうに言います。一時保護所には虐待で保護される子どもだけではなくて、非行だったりとか、あるいは親が入院したとか、本当にさまざまな理由で、そこに来ることになる、そういった子どもたちが一緒に生活をしています。いちほの会はですね、そういった児童福祉の、活動をしている、そういった現場の中にいる、ソーシャルワーカーが集まって、作った団体なんですけれども、私たちが普段現場にいる中で出会う子どもの中には、一時保護してもらってよかったっていうふうに感じている子もいれば、一方で一時保護所の中で管理的なルールがたくさんあって、その中で苦しい思いをした、もう保護所には行きたくないっていうふうに感じた子どもに出会うこともありました。ただそういったことが起きるっていうのは誰かや何かのせいにして、解決することでもないですし、そもそもそのこと自体が構造的な問題の中で起きていると。そしてその中で自分たちには何ができるか、それをいろんな人たちと一緒に考えていきたい。その中で少しでも子どもたちが安心して過ごせる場を増やしていきたい、そういった思いを持って立ち上げました。そうですね。でそのいちほの会の中で、じゃあ何を活動していこうかと考えた時に、一番初めにやったのが、一時保護所の子どもたちの一番近くにいるのはその保護所の職員さんたちっていうところに注目をして、その保護所の職員さんたちや保護所に関わる人たちを集めて交流会をしようっていうようなことで、スタッフ交流会というイベントを開催をしていきました。そのスタッフ交流会では保護所の職員さんだけではなくて、一時保護所の関係者の方だったりとか、あるいは保護所に入ったことのある若者も含めて一緒に保護所をどうしていったらいいかっていうのを考えてアイデア出しをしたり、いろんな意見交換をするっていうような場を作っていきました。その中で見えてきたのが、保護所の職員さんたち自身もすごい傷ついていたりとか、葛藤を抱えていたり疲弊していたり、そういった状況があるっていうことでした。一時保護所の中には本当にさまざまな背景を持った子どもたちがどんどん次から次へと入っていく中で、それに対応していく職員の数が足りなかったり、そしてそこの子どもたちに関わっていくために必要なスキルを学ぶような研修、そういった機会が十分に確保されていなかったり、あるいはそういった葛藤を自由に話せるような場がなかったり、そういった閉鎖的な環境がある、そういった状況があるということが分かってきました。
そして、その中で、いちほの会はですね、その職員さんたちと一緒に、じゃあどうやったらそこから今の現場の中で少しでもよくできる、そういったアイデアはないかっていうのを、そのスタッフ交流会の中で、意見を出し合っていきました。本当にその職員さんたちも一生懸命取り組まれていて、私たちはその子どもたちの心に寄り添いたい、本当は子どもたちの声をゆっくり聞く時間を持ちたい、そう願っている職員さんたちのその思いを支えるっていうことも本当に私たちにとって必要な活動なんだなというふうに今思っています。で、いちほの会、では、そういったイベントの中で、集まった声を、それを一時保護所の政策を作っていく人たちにも伝えていく、そこにつなげていくっていうような役割も担っていこうとしています。一時保護所というのは本当にいろいろな葛藤を持って入ってきた子どもたちにとっては、もしかしたら初めて信頼する大人に出会えるかもしれない場でもあります。そういった一時保護所を本当にさまざまな立場の人たちと一緒にどうやったら子どもたちにとって、そして職員さんたちにとっても安心できる場にしていけるだろうか、そういったことをさまざまな人たちと一緒に考えて作っていく、そういった活動をこれからも続けていきたいというふうに思っています。そこの中にですね、今回これをご覧になっている方々にもぜひそのご自分が住んでいらっしゃる地域の中でできることっていうのも本当にたくさんあると思うんですね。なかなか一時保護所というと本当に閉鎖的なところでもあるので、直接的に何かできるということはないかもしれないんですけれども、ただそれぞれがお住まいの地域の中で、その地域が子どもたちにとって、あるいは子育てをしている家庭にとって孤立しないような、一緒に育てていこう、困った時はお互い様だって、そういうような雰囲気があるような地域が生まれていけば、それがどんどん広がっていけば、そもそも一時保護を必要とする子どもも少なくなっていくかもしれないというふうに思っています。子どもたち自身を支えたいという思い、そして子どもたちを支えようとしている人たちを応援していく輪というのを、いちほの会でもどんどん広げていきたいですし、ぜひそこにも皆さんに参加していただきたいというふうに願っています。本日はどうもありがとうございました。藤田さん、ありがとうございました。